こんにちは、顔出し雑学です。今日は人生が幸せな人の特徴。早速、その一つ目は、問題が起きても相手と争わない。むしろ協力して解決していこうとできる人です。どういうことかというと、訴訟相手にバラの花束を贈る弁護士の真相はということで、ある弁護士の人がいたんですね。で、弁護士って問題が起きて相手と言い争うイメージがあるじゃないですか。ただ、この弁護士は訴訟が起きたら最初に相手方に花束を贈るそうなんですね。で、そのメッセージっていうのは、裁判っていうのは何も戦うところじゃなくて、お互いに問題を解決して幸せになるためにやるんですと。ですので、協力してお互いが納得できる問題の解決の方法を探っていきましょうねということでよろしくお願いしますというメッセージで花束を送るそうです。つまり、私たちが解決すべきはあくまで問題それ自体であって、それを取り囲む人とか、それに関係する人っていうのは言いまかすべき相手なんじゃなくて、むしろ協力して解決の道を探っていく仲間同士だっていうスタンスですよね。じゃあ問題が起きた時に相手と争うんじゃなくて協力して解決しようとする時に便利な言葉があって、それはどうしましょうです。これは世界銀行で働いた経験もある中野ひろみさんという方のアイデアだそうなんですが、どう使うかというと、例えばレストランを予約したとする。で、その当日、その予約した時間帯にレストランに行ったら、店員さんに、そんな予約は伺ってないんですけど、と言われてしまう。ありそうな話ですよね。つまり予約が入ってなかった。で、どっちのミスかはとりあえず置いといて、普通こういう時って、予約したはずなんですけど、とか、いや、二人ぐらい入れませんかみたいなことを言おうとしますよね。でもそういう言い方をしたら、揉め事になっちゃうことの方が多いですよね。で、ここでどうしましょう作戦で、そんな予約伺ってないんですけどって言われたら、困ったな。どうしましょうって、とりあえずどうしましょうで相手に投げかけてみましょうと。じゃあ多分相手の店員さんからは、いや、どうしましょうと言われましても、予約が入ってないものは入ってないんで、みたいな感じで、一回はそう言われますよね。そう返されたら、もう一回、とりあえず、あ、そうですか。でもすごい楽しみにしてきたんです。遠くから来たんです。どうしましょうと。もう一回どうしましょう作戦で何度かやってみる。これの何がいいかというと、つまり正面から言い争う、揉めるんじゃなくて、お互いにこの予約が入ってなかったという問題をどう解決していくかって、二人で解決していく方向になんとなくなっていくんですね。困った、楽しみにしてたんです。どうしましょうって言ったら、店員さんの方から、あと20分待っていただければ席が空くかもしれないんですが、いかがですかとか、あるいは、今晩はもう満席で、うちは難しいんですけども、よろしければ近くに系列のこういったお店があって、そこでサービスさせていただくことができるかもしれませんみたいなものを引き出せるかもしれませんよね。中野ひろみさんの言葉なんですが、問題っていうのはお互いにとって敵対するものではなくて、お互いにとっていい方向に持っていくためのものなんですよと。つまりどうしましょうということで、本来であれば問題が起きたら互いに向き合って、バチバチしてしまうようなところを同じ方向を向いて解決に探っていけるということですね。このどうしましょう作戦は他にもいろんなところで使えて、例えば恋人や妻や夫などと旅行に行く。で、ちょっといいホテルを取った。で、ホームページを見たら、すごい眺めも良さそうなところで、楽しみにして行ったんやけども、いざ行ってみると、ちょっと端っこの方に通されてしまって、眺めもホームページで見たほどじゃなかった。しかも端っこやからか、なんか虫とかも出てきて、ちょっと残念な感じがしたんですね。その時に、例えばフロントに、いや、なんかホームページって見たのと違うじゃないですかとか、部屋変えてもらえませんかとか、クレームを入れてもいいかもしれないんですが、ここもどうしましょう作戦で、例えば今日こちらに伺ったのは新婚旅行中でとか、あるいは今日はちょっと大切な記念日の日でとか、ちょっとこのあたりは持ってもいいじゃないですか。で、ホームページ見てすごい眺めが良さそうだったんで、楽しみにしてきたんですと。ただ、ちょっと端っこだからか、眺めが思ったほど、ホームページで見たほどではなかったというのと、ちょっと虫も出るようなんです。どうすればいいですかねみたいなことを一回投げかけてみる。すると、その客室の埋まり具合で部屋を変えてもらうみたいなのは難しいかもしれないですけども、例えば、じゃあちょっと夕食の時に、グレードを一つ上げさせていただきますとか、あるいは、このホテルの施設の、マッサージ店があるんですが、そちらで、自由にご利用いただけるチケットをお配りさせていただきますみたいなサービスがひょっとしたらしてもらえるかもしれないじゃないですか。で、これは、確かに、あれ眺めが違うじゃないかとか、虫が出るじゃないかってクレーム入れても、そのサービスはもらえるかもしれませんが、ちょっと楽しみにしてたのに困った残念です。どうしましょう作戦で引き出した方が、こちらとしても気持ちがいいじゃないですか。そのクレームで、例えば夕食でシャンパンとかわかりませんが、マッサージ券とか引き出せて、いざ使った
ったとしても、こんなんでなだめすかされてんのかバカバカしいなとか思っちゃいそうですけど、せっかく楽しんできたんです。どうしましょうか、どうしたらいいですかねっていう感じで、いや、じゃあせめてマッサージ券を使わせてご利用いただけるようにするんで、とかなると、やっぱ気持ちいいですよね、と。ただ、注意点としては、あんまりしつこくやりすぎないということですよね。さすがに困っちゃいますから。というわけで以上、人生が幸せな人の特徴は、問題が起きても争わない。むしろ相手と協力して解決していくことができる人。で、その具体的な方法としては、どうしましょう作戦。中野さん方式のどうしましょう作戦ということでした。人生相談のプロ、本田光一先生のこちらの本より解説をいたしました。今回は中野ひろみさんばっかり出てきましたが、あくまで中野さんは本田光一先生の友人であって、本田光一先生がこの本の中でエピソードとして紹介していたということです。最後までありがとうございました。いってらっしゃい。